皆さん、こんにちは。今日は日本の春についてお話しします。春の季節は日本人にとって特別な時間であり、多くの楽しい活動が行われます。桜の花が咲き誇り、気温が穏やかになるこの季節に、人々は自然と外に出ます。新しいエネルギーを感じることができます。春の始まりにはお花見が欠かせません。桜の花が満開になると、友達や家族と一緒に公園や川沿いに集まり、美しい花を楽しみます。花見ではお弁当を持ち寄ったり、美味しい飲み物を楽しんだりしながら、リラックスした時間を過ごします。桜の花は、日本の文化においても特別な意味を持ち、新しい始まりや希望を象徴しています。春はまた、新学期の始まりでもあります。4月になると、学校や仕事が新たな一歩を踏み出す時期となります。新しいクラスや職場での出会いや友情の芽生えます。新しい目標への挑戦など、春は新たな可能性が広がる季節となります。また、春は花粉症の季節でもあります。花粉症に悩む人々は、マスクを着用して外出し、桜の花を楽しむ一方で、花粉との戦いを続けます。春の訪れとともに、花粉の量が増え、くしゃみや鼻水が頻繁になることです。日本では花粉症対策が一大イベントとなります。春にはスポーツの季節でもあります。野球やサッカーなどのスポーツイベントが盛んに行われ、応援に熱中する人々で賑わいます。学校や地域のスポーツ大会も開催され、若者たちは友情を深めながら競技に参加します。最後に、春は自然に感謝する季節でもあります。農業が盛んな日本では、春は新しい作物の植え付けや収穫の始まりです。農家の人々は、春の訪れを喜び、豊かな収穫を期待して農作業に励みます。総じて、春は日本人にとって活気に満ちた季節であり、自然との調和や新しい始まりを祝う重要な時期です。桜の花見や新学期のスタート、スポーツイベント、花粉症対策など、多彩な活動が春を彩ります。これらの習慣や行事は深い意味を持ち、人々が一体となって楽しむ大切な瞬間となっています。皆さん、こんにちは。今日は日本の春についてお話しします。春の季節は日本人にとって特別な時間であり、多くの楽しい活動が行われます。桜の花が咲き誇り、気温が穏やかになるこの季節に、人々は自然と外に出ます。新しいエネルギーを感じることができます。春の始まりには、お花見が欠かせません。桜の花が満開になると、友達や家族と一緒に公園や川沿いに集まり、美しい花を楽しみます。花見では、お弁当を持ち寄ったり、美味しい飲み物を楽しんだりしながら、
リラックスした時間を過ごします。桜の花は、日本の文化においても特別な意味を持ち、新しい始まりや希望を象徴しています。春はまた、新学期の始まりでもあります。4月になると、学校や仕事が新たな一歩を踏み出す時期となります。新しいクラスや職場での出会いや友情の芽生えます。新しい目標への挑戦など、春は新たな可能性が広がる季節となります。また、春は花粉症の季節でもあります。花粉症に悩む人々は、マスクを着用して外出し、桜の花を楽しむ一方で、花粉との戦いを続けます。春の訪れとともに、花粉の量が増え、くしゃみや鼻水が頻繁になることです。日本では花粉症対策が一大イベントとなります。春にはスポーツの季節でもあります。野球やサッカーなどのスポーツイベントが盛んに行われ、応援に熱中する人々で賑わいます。学校や地域のスポーツ大会も開催され、若者たちは友情を深めながら競技に参加します。最後に、春は自然に感謝する季節でもあります。農業が盛んな日本では、春は新しい作物の植え付けや収穫の始まりです。農家の人々は、春の訪れを喜び、豊かな収穫を期待して農作業に励みます。総じて、春は日本人にとって活気に満ちた季節であり、自然との調和や新しい始まりを祝う重要な時期です。桜の花見や新学期のスタート、スポーツイベント、花粉症対策など、多彩な活動が春を彩ります。これらの習慣や行事は深い意味を持ち、人々が一体となって楽しむ大切な瞬間となっています。